普段の生活でこんなこと感じたことないですか？頑張ってるのになぜか選ばれない。フォロワーは増えるけど仕事につながらない。悪くないはずなのに印象に残らない。もうそれはあなたの努力不足ではありません。価値の伝わり方がずれているだけです。自分をブランド化して価値を高めて選ばれる存在になるためには、見た目をただ可愛くするとかの感覚じゃなくて、戦略として扱う必要があります。動画の最後に特別なお知らせがあるので最後まで見てください。ハロー、今日も可愛く賢く生きるレスノです。今日お話しするのは、自分をブランド化する見た目を戦略として扱っているプロの K-POP アイドルたちを紹介します。1人目はIVEのウォニョンです。彼女はまさにどう見せれば自分の価値が一番高く伝わるのかを理解していて、見た目を戦略的に変えてきました。それによって今はなりたい顔ナンバーワン、いろんなコスメの企業をはじめたくさんの広告のモデルをしてて、まさに女の子の憧れって感じですよね。でもオニョンのアイズワン時代を覚えてる方います？アイズワン時代のオニョンってビッグベイビーってあだ名もあったように、めちゃくちゃ可愛いし末っ子で愛嬌がある感じで、ファンもなんか彼女のこの可愛い末っ子っていうイメージが大好きだったし、彼女の魅力だったんですよね。でもIVEで再デビューしてから彼女は見た目を作り変えたんですよね。まず体のライン、無駄な丸みを削るために痩せて縦のラインを強調したりとか、メイクも少し濃くなって髪色スタイリングも素朴な可愛さっていうよりはすごくゴージャスになって、高級感を意識始めました。でダンスも同じです。アイズワン時代って一生懸命で動きが大きめだったり、見せるっていうより頑張ってる姿を見せる踊り方だったけど、IVEでデビューしてからは完全に別人になったんですよね。まず立ち姿が違う、歩き方、止まり方、視線の置き方、動いてない瞬間でも画面を支配するように間を使ったりとか余白を使ったり、一つ一つの動きに意識を持たせるようになった。だからこのレベルまでやって高級感とか上品とか余裕とかお嬢様っぽいみたいなイメージが成立するんですよね。で彼女はどう見せれば自分の価値が一番高く伝わるのかっていうのを理解した上で、自分の体の使い方、表情、キャラクターを作り変えました。ただ年を重ねただけじゃもうここまで変わらないですよね。もうこれは完全に見せ方を理解した人の変化です。だからもし皆さんが可愛いとかって言われるのはいいんだけど、子供っぽく見られるの嫌だなとか、舐められたくないとか、もうそれが原因で仕事とか評価につながらないなって感じてる人は、メイクや服装を変えてみたり、動き方や話すスピードを少しだけ落ち着いた方向に寄せてみてください。それだけで伝わる価値が変わることもあります。2人目が宇宙少女のダヨンです。彼女はグループの中でずっと活躍してたんですけど、大人数のグループっていうのもあって、あんまりスポットライトが当たらず、しかも誕生日を事務所から祝われないっていうね、それぐらい不遇な状況にいたわけなんですけど、彼女は12キロ痩せて体を作り直して、見た目を変えて環境も変えてアメリカに行って曲作りをして、でそこでようやく事務所もよし一緒に頑張ろうってなって半年準備してソロデビューしたんですよ。で彼女が出した「ボディ」っていう曲、もうすごい聞いたことない人はもうぜひ聴いてみてください。もう大ヒットしました。私これ見た時、曲が好きっていうのもあるんですけど、すごく感動しちゃって、デビューの時とかも見てたから、人ってこんなに変われるんだって思ったし、何より彼女がすっごく幸せそうに歌って踊ってるのが印象的で、1位を取った時も私のことを愛してくれてありがとうって、もうマジでね泣きそうになった。ダヨンはただ痩せただけじゃなくて、アイドル体型から引き締まった筋肉、腹筋をつけて、さらに金髪かける小麦色の肌のヘルシーな感じ、海外アーティストの方向に振ったんですよね。健康的で見た目も中身も強い女性、まさに見た目で表現してて、さらにその見た目がボディの曲とマッチしすぎてた。これがめちゃくちゃ戦略的で賢いなと思いました。だからもし今頑張ってるのに評価されないとか、周りの反応を待ってしまってる人は、誰かの許可を待たずにまず自分で一歩動いてみる。これが見せ方を変える一番の近道かもしれません。そして3人目はブラックピンクのロゼです。ロゼって今でこそ存在感を確立してますけど、デビュー当初は正直あんまり目立たないメンバーだったと思うんですよね。でなんでかって、ブラックピンクにはもう圧倒的なオーラを持つ人間シャネルジェニー、ダンスの天才リサ、美術担当のジスって感じで、他の3人の個性が強すぎて、みんな見た目がいいし歌もうまいし、じゃあロゼはってなると、もちろんメインボーカルではあるし美人なんだけど、全部できるオールマイティの人みたいな感じで見えてた気がします。だからこそ彼女は見た目の方向性から自分で決めに行きました。まず金髪、
ブラックピンクってカムバごとにイメージを変えるグループなんですけど、普通なら髪色もコンセプトごとに変えるのに、彼女はもう何年も金髪を維持してます。でこれは本当にもう偶然とかじゃなくて意志ですよね。強い金髪で少し儚いメイクだったり、赤リップっていうよりも、血色を抑えたリップとか、可愛い強いじゃなくて少し無機質で海外インディーっぽい雰囲気、孤独感だったりとか透明感を前に出して、正直ね金髪を維持するのって髪めっちゃ傷むし、メンテナンスもめちゃくちゃ大変だけど、それでもやめないのはロゼがこの見た目こそが自分のブランドだと理解しているからかなと思います。でさらにね、それを音楽と揃えたんですよね。激しいダンス曲じゃなくて、もう彼女の声そのものが主役になる楽曲だったりとか、ブルーノ・マーズとか海外アーティストのコラボとかもどんどんして、で、見た目、世界観、音楽っていうのを全部同じ方向に揃えて、ロゼっていうジャンルを作ったんですよ。で私が思うロゼのすごいところは、セルフプロデュースはもちろんなんですけれども、一貫性がすごいなっていうふうに思います。何年も金髪を続けてメイクや音楽の方向性を一貫させてるところ、つまりこの人はこういう人なんだっていうのを迷わせない見せ方をしているなって。今、自分の雰囲気がなかなか定まらないとか印象に残らないっていうふうにもしあなたが感じるなら、髪型や服の系統、発信のトーンをしばらく固定してみてください。それだけで記憶に残りやすい人になります。そして4人目はアイドルのソヨンです。まさに彼女は女性セルフプロデュースの完成形だと思います。ソヨンはオーディション番組プロデュース101に参加して、何年前だったかな、本当に初期ですね。最終順位は20位で脱落して、彼女は小柄で、K-POP の王道ビジュアルっていうのは言いづらい、だから見てる人からすごく容姿のことを叩かれたりとかして、彼女は何度も自分の鏡を見たくなかった、壊したかったって言ってたんですけど、でその後デビューします。で K-POP アイドルって普通は事務所が全部決めてくれたりとかするじゃないですか。曲とかコンセプトとか衣装とか全部会社が決めて、アイドルもそれに従うみたいな。でそれが当たり前の世界だけど、彼女たちのデビューアルバムっていうのは初動でたった2000枚ぐらいしか売れなくて、会社もね全然プッシュしてくれないし、誰も注目してなかったグループだったんですよ。ビジュアルがずば抜けていいわけでもない、ボーカルやダンスが圧倒的にうまいわけでもない、成功する要素が見当たらないグループって言われてました。でもちろんそこで彼女は、このままじゃ終わるって思ったわけなんですけど、そこからの、彼女の巻き返しがすごいですよね。見た目のプロデュースはもちろん自分で曲を作り始めて、グループのコンセプトから楽曲、衣装、演出まで全部自分で考えて決めていった。女性の K-POP アイドルとしては、本当に異例です。で彼女が統括プロデューサーとして手掛けたトムボーイは全ての音源チャートで1位を取るっていう快挙を達成して、その後ヌード、クイーンカードも大ヒットして、全部のチャートで1位を取るのを PAK って言うんですけど、もう3曲連続で PAK を達成したのは TWICE、IVE に続く史上3組目です。なんでこんなに成功したのかっていうと、ソヨンの場合は可愛く見せるかどうかを悩む前に、私は何を発信する人かっていうのを先に決めて、それに合わせて見た目を揃えてるっていう感じがします。アイドルは与えられる存在っていう常識を壊して、自分をどう見せるか、どう演出するかっていうのをもう完全にコントロールしました。2023年にはアジアポップ音楽賞でベストプロデューサー賞も獲得してます。だから彼女のセルフプロデュースって、ダイエット、イメチェンの話で終わらないですよね。まさに、戦略的プロデュースの、最高の成功例だと思います。はい、ということで今日の話を聞いて、じゃあ私は何を変えればいいんだろうと思った方もいると思います。でも見た目を変える前に一つ大事なことがあります。それは、なぜ自分の価値を高めたいのか、なぜもっと選ばれる存在になりたいのかっていうことです。ここが曖昧なままだと、見た目だけを整えてもそれは戦略にはなりません。で私自身19歳の時に起業して、その後22歳の時に個人としても活躍したいと思って7年前に SNS を始めたわけですけど、その過程で見せ方よりもずっと苦しかったのが、私はもう何者なのかっていうのを決めることでした。そこで1月に私が主催のシークレットセミナーを開催します。
で YouTube では聞けないめちゃくちゃ特別な内容を話そうかなと思ってます。私自身がどんな風に変えてきたのか、表面的なテクニックではなくて戦略的セルフプロデュースの本質について話そうかなと思います。参加費は無料です。本気でご自分と向き合いたい方は1月の日にち概要欄のリンクに載せているので、ぜひチェックして参加してください。ぜひ皆さんの参加お待ちしてます。でこの動画がいいと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。